第一章真実。何をバカなこと言ってるの？電話の向こうで、クリスティン・スミスの声は呆れ半分、笑い半分だった。マシュー、また私をからかってるの？私にはあなたと弟のティモシーしかいないわ、他に息子なんているわけないでしょ？彼女の確信に満ちた口調を聞いて、私の心の疑いは一気に吹き飛んだ。その通りだ。私の母はアーデンフォードの上流社会では模範的な妻であり完璧な母親として有名だ。父、エリアス・メイスへの献身的な愛情は30年間変わらず、他の大富豪の妻たちが比較の対象とする女性なのだ。この界隈では、女性の不倫や愛人問題のスキャンダルは珍しくないが、みんなが一つだけ認めていることがある。それはロジャー・スミスがそんな存在であるはずがないということだ。そうあってほしいものだな。私は冷たく言い、電話を切った。そして目の前の傲慢な小僧を見上げた。彼は頭のてっぺんからつま先まで派手なデザイナーブランドの服を着飾り、雑にたくさんつけられたアクセサリーは、成金のボンボンが放つ安っぽいケバケバしさを醸し出していた。怒りを抑え、平静を装って聞いた。今、スミス家の跡取りだって言った？おや？また来たのか？今度は何だ？彼は腕を組み、冷笑した。ああ、その通りだ。私はアーデンフォードのスミス家の跡取り、ロジャー・スミスだ。何か問題でも？なるほどね。彼はまたあざけるように笑った。お前ら、うちの家に取り入ろうってか？遅いよ。教えてやる。スミス家以外に語るに足るスミスなんているのか？まったく、どこの田舎者だ。そして彼はまた弟の方に向き直り、声には悪意がにじみ出ていた。ティモシー、成績が良かったってなんだ？1年間頑張ったってなんだ？うちの母さんが一言、校舎を一等寄付するって言えば、お前のやってきたことは全部パーだ。無駄になるんだよ。弟のティモシーはさらにうつむき、拳を握りしめて、指の関節が白くなっている。彼が黙って耐えているのを見て、私はすぐに理解した。このスミスという小僧は、おそらく以前から弟をいじめていたに違いない。父は派手なことを嫌い、我々に自分の力で生きていくことを望んでいた。だから、キムと私は外では低姿勢で、家柄については一切明かさなかった。しかし、ティム物静かで勉強にしか集中しない弟は、謙虚さを弱さと誤解され、ロジャーのようなやつにつけ込まれたのだ。私はそっと彼を自分の後ろに引き寄せ、冷たい視線を再びロジャーに向けた。私の知る限り、交換留学プログラムの書類や承認はすべて完了している。直前になって人を入れ替えるなんて、ルールに沿ってるとは言えないんじゃないか？ルール？ロジャーはあざけるような笑いを漏らした。勝ち誇った笑みを浮かべ、彼はカバンから書類の束を取り出し、私の目の前で振りかざした。これのことか？ティモシーの申請書類？残念だったな。事務所には届かなかったんだ。自分でちゃんと保管しておいたからね。第2章後ろ盾。ロジャーは陽気に笑ったが、口から出る言葉は悪意に満ちていた。ほらね、学校が最終的に提出した名簿は最初から最後まで名前は一つ僕、ロジャー・スミス。奴がいくら準備したって何の意味もないんだよ。そう言い終えると、彼はティモシーが数えきれないほどの日夜をかけて努力してまとめた書類の束を私の目の前で新二つに引き裂いた。マット。ティモシーの声はかすれ、目は一瞬で赤くなった。私はその紙切れが床に散らばるのを見て、怒りが瞬間に全身を駆け抜けた。厚かましい奴は見たことがあるが、ここまであからさまに厚かましい奴は初めてだ。てめえ。血が逆流し、こめかみの血管が脈打った。僕がどうした？ロジャーは冷笑し、
引き裂かれた紙切れを靴で踏みつけ、顔は満足げだった。気に入らない？じゃあ、お前の母親にも学校に校舎を寄付させてみろよ。ああ、そうだった忘れてた。お前らにはそんな金出せやしないよな。こめかみがさらに脈打ち、私は拳を握りしめ、指の関節が白くなった。傍らにいたウィンターズ先生はすぐに彼の味方をした。お客様、状況ははっきりしています。スミス夫人は投稿に実験棟を一棟丸ごとご寄付くださり、我々の研究プログラムに多大なる貢献をされました。慎重に審査した結果、学校はより適切な候補者であるロジャー君に交換留学生の枠を与えることを決定いたしました。その閲覧、こびるような口調に胸がムカムカした。ウィンターズ先生ですね。私は彼に向き直り、刃物のように鋭い視線を向けた。私の弟、ティモシー・メイスは学年で1位、研究プロジェクトで全国金賞を受賞し、テストはほぼ満点です。では、あなたの言うところのより適切な候補者、ロジャー・スミスにはどんな資格があるんですか？ウィンターズ先生の顔は赤くなり、口を開いたが一言も出てこなかった。すると、ロジャーが突然、大げさに笑い出した。僕に何があるかって？僕には母親がいる。彼女はスミス家の当主で、オリオンテックの会長だ。金こそがすべてさわかったか？オリオンテック？スミス家の当主？私は彼の口から出る言葉を一つ一つ聞きながら、唇の端に浮かぶ冷たい笑みを抑えるのがやっとだった。オリオンテックの真の頭脳はクリスティンではない。オリオンテックのスミス家？私は眉を上げ、驚いたふりをした。ああ、聞いたことあるかなり有力な一族だ。でも面白いことにロジャー・スミスなんて名前の息子がいるとは知らなかったな。私の落ち着いた口調と静かな疑念は明らかに彼の不意をついた。彼にとってオリオンテックとスミス家の名を聞けば誰もが畏敬の念を抱くか、こびへつらうかのどちらかでこんな好奇心と疑いの目で見られるはずがないのだ。彼は一瞬凍りつき、それから怒りに任せて怒鳴った。てめえ、何様のつもりだ。うちの家族の事情を外部の人間が知る必要なんてない。ウィンターズ先生はすぐに姿勢を正し、叱りつけた。お客様、言葉に気をつけてください。ロジャー君の身元は学校が確認済みです。あなたには根拠のない主張をしたり、ここで騒ぎを起こす権利はありません。第3章電話。確認済み？私は冷笑した。どうやって確認したんだ？ただ彼の言葉を鵜呑みにしただけか？もちろん違います。ウィンターズ先生はメガネを直し、得意げな顔をした。ロジャー君の母親、スミス夫人ご自身が校長と直接お電話で、寄付と彼の入学について確認されました。夫人ご自身が嘘をつかれるとでも？彼の口から母の名前が出てきた瞬間、私の心は沈んだ。さっき彼女と話したとき、彼女の反応は偽りのようには思えなかった。しかし今、ウィンターズ先生はそんなに確信を持って、彼女が直接確認したという。何かがおかしい。もしかして母は本当に私に嘘をついたのか？私はティムの青ざめた顔をちらりと見た。彼は私の上着の裾をぎゅっと握りしめ、怒りで体を震わせていた。頭の中を渦巻く疑念を振り払った。今は推測している場合ではない。何があろうと、彼にこんな屈辱を味わわせるわけにはいかない。私は直接、学校理事会の電話をかけた。君が誰だと思おうと関係ない私はロジャーをじっと見据え、声は低く落ち着いていた。君が今日引き裂いたのは単なる申請書じゃない。それは君自身がこの学校にいる資格だ。今すぐ理事会に電話する。君の言う寄付と学校の誠実さ、
どちらが重いか見てみよう。ロジャーとウィンターズ先生の顔は同時に青ざめた。彼らは明らかに、こんな普通に見える人間が理事会の直通番号を持っているとは予想していなかった。学校理事会のメンバーは皆、権力と富を持つ者たちばかり、一般人は近づくことさえできない。ウィンターズ先生の額に汗の玉が浮かんだ。彼は私の携帯を奪おうとしたが、あえてできなかった。一方のロジャーは、驚きと怒りに顔を歪めている。彼はスミス家の跡取りという地位を盾に、学校で我が物顔に振る舞うことに慣れきっていた。誰もこんな風に反論した者はいなかった。よくもそんな真似が。彼は叫んだ。何様のつもりだ、俺を脅すとは。覚えてろよ。彼は私に毒踊りじしい視線を向け、自分の携帯を取り出し、画面を指で高速で操作した。電話がつながり、彼はすぐに芝居がかった泣き声を上げ始めた。父さん。誰かにいじめられてる。学校の事務所に。早く来て。わけのわからない奴らが交換留学の枠を奪おうとしてる来て助けて。電話を切り、彼の自信は戻り、顔には傲慢さが塗りたくられていた。さあ、待ってろよ。トゾさんが来る。来たら、お前ら二人に土下座させてやる。ウィンターズ先生は困り果て、ロジャーと私たちを見比べ、手を揉みながら、仲裁に入りたいが踏み切れない様子だった。私は冷たくその場に立ち、すべてを静観した。母親に対する最後の一抹の信頼が揺らぎ始めていた。もしロジャーが我が家と無関係なら、なぜ彼はここまで威張れるのか？もし誰かが彼を後ろ盾にしていないのならいや、そんなわけがない。ティムが私の袖を引っ張り、囁いた。マット、多分もう諦めよう。君に迷惑かけたくない。私は彼の手をしっかりと握り返した。これは君のせいじゃない迷惑でもない。我々のものは誰にも奪わせない。その言葉が終わらないうちに、派手なスーツを着た男がドアを押し開け、一陣の風のように入ってきた。第4章正体。男の鋭い面差しには、抜け目なさと、ほんの少しの下品な傲慢さがにじみ出ていた。ロジャー。我が息子。誰がお前をいじめた。入ってくると同時に、彼はロジャーの側に駆け寄り、彼の息子が何か天変地異のような不当な目にあったかのように、必死に彼の体を調べ回った。後ろ盾が来たのを見て、ロジャーはすぐに弟と私を指さし、大げさに憤慨して泣き言を並べた。父さん。奴らだ。ティモシーが僕の交換留学の枠を奪おうとして、その兄貴が味方したんだ。しかも、スミス家はルールを守らないって言いやがった。それを聞いた男の目は見開かれ、怒りの声を轟かせた。言語道断。アーデンフォードでスミス家が不当だという奴がいるとは。彼は私を頭のてっぺんからつま先まで見下ろし、口調には軽蔑がにじみ出ていた。あの枠をうちの息子が目をつけたのは、お前の家族にとって光栄なことだ。うちの息子がその枠を気に入ったお前の家族にとっては光栄なことだ。我々が誰だか分かってるのか？スミス家は頂点の頂点にいる。お前らは？我々と張り合うなんて何様のつもりだ。彼は間を置いて効果を狙い、傲慢な自慢と威圧で声を張り上げた。俺が誰だか知ってるか？俺はクリスティン・スミスの夫だ。彼女はスミスグループの会長で、アーデンフォードで一番金持ちの女だ。うちの息子はスミス家の唯一の跡取りだ。お前がうちの息子をいじめたら、スミスグループ全体を敵に回すことになる。身の程をわきまえろ。私は思った。アーデンフォード一の金持ちの女の夫？私は目の前の見慣れない顔をじっと見つめ、胸の混乱は深まるばかりだった。私はこの男を一度も見たことがない。私の父、
エリアス・メイスは元軍人で、貧困法制、堅実、規律正しい。見せかけを嫌い、そんなそやで尊大な口調で話すはずがない。もしかして母は本当に浮気相手がいるのか？その考えが私の背筋に歓喜を走らせた。男は弟を指さし、まるで自分が所有者であるかのようにウィンターズ先生にガミガミ言った。今、はっきりさせておく。交換留学生の枠は、うちの息子、ロジャーのものだ。誰か異議があれば、スミスか全体に挑戦するということだ。彼は私たちの方に向き直り、命令した。お前ら二人今すぐ俺と息子に謝れ。ロジャーは父親の腕にしがみつき、顔には悪意に満ちた喜びがにじみ出ていた。父さん、謝罪だけじゃ足りないよ。さっきは偉そうにしてたんだから、土下座して謝らせろ。男はうなずきながら息子の肩をポンポンと叩いた。ロジャーの言う通りだ。土下座して謝れ。さもないと、今日は終わらせないぞ。ふざけるな。ティモシーは怒りで全身が震えていた。彼は生来おとなしいが、その穏やかな外見のもとには、決して屈しない頑固さが燃えていた。おや？まだ意地を張るか？ロジャーはカッとなり、叫んだ。彼は携帯を取り出し、もう一度電話をかけた。母さん、今すぐ学校に来て。ゾゾさんと僕がひどいいじめに遭ってる。来なければ、あなたの夫と息子は踏みつけにされちゃうよ。電話を切り、彼の顔は勝ち誇った確信に満ちていた。およそ10分後、事務室のドアが勢いよく開いた。そこに誰が入ってきたかを見たとき、弟と私は二人とも凍りついた。